皆さんこんにちは、かおりです。ということで今回の動画ではマレーシアの活動制限令が私のマレーシア生活にどんな影響を与えたのかということとか、あとは私の考え方にどんな影響を与えたのかということをまた皆さんとシェアしたいと思いました。まずはこの動画をマレーシアの国外から見てくださっている方のために簡単に説明すると、 MCO というのはムーブメントコントロールオーダーの略です。はい、それを縮めて MCO というふうに呼んでいます。日本語では活動制限令と言いますね。はい、マレーシアの活動制限令ロックダウンは3月の18日から始まりました。現在に至るまで続いています。政府による何度かの発表を受けてこの動画を撮影している4月19日現在では、このマレーシアの MCO は4月28日まで続くと言われています。この活動制限令下では基本的に外出をすることができないので、私たち家族はだいたい1週間から10日に1回家族を代表して主人がスーパーマーケットへ行って日用品とか食料品の買い出しに行ってくれています。はい、スーパーマーケットの入店もかなりいろいろと厳しい条件が課されていて、例えば一度に入れる人数が50人までと制限されていたりとか、店内に入る前に必ず体温を測る、あとは店内に並んでいる人も必ずソーシャルディスタンスを守って1メートルないし2メートルの距離を保ちながら店の前で並んでいる、そんな光景があちらこちらで見かけます。あとは車に乗れる人数も一度に1人までですし、マレーシアの MCO に関しては本当に厳しいさまざまなルールのもと私たちも生活をしています。マレーシアに生活しているみんながこの厳しいルールを守りながら活動制限令の時間を過ごしています。今こんな感じでざっとマレーシアの活動制限令の、様子を簡単に説明させていただきました。でですね、私もこの活動制限令の生活が始まって1ヶ月以上の時間が経過したんですけど、やっぱりまだまだ手のかかる2人の子供をずっとつきっきりで家で面倒を見るっていうのはとてもストレスがたまります。はい、ここで言っているのは子供の世話をすることがストレスとか子供と一緒にいることがストレスという意味ではなくって、このマレーシアの MCO というのは本当に家から一歩も出ることができないので、例えば家の前の公園であったりとか家の周りを散歩するといったようなことも一切できません。はい、なので私の子供はまだ1人が4歳で、もう1人が今年3歳になる学年の2歳です。はい、今年子の男の子を育てているので、彼らにとってもストレスがかなり溜まっているんじゃないかなと思います。まだまだ小さい子供たちなので走り回って体を動かしたりとか、公園に行ってね、いろいろ遊具で遊んだり、あとは大きな声を出してお話をしたりとか叫んだりとか歌ったりとか、まだまだパワーが有り余っている、そういう年齢なので、どうしてもまだまだ机に向かって勉強を自分でするとか、自分の興味のあるものを自分で見つけてそれに取り組んで一人遊びができるというような年齢ではどうしてもないので、親がつきっきりで面倒を見る必要があります。はい、2人とも幼稚園に通っているんですけど、活動制限令の中でもちろん幼稚園に行くこともできないので、学校の勉強であったりとかもものすごく溜まっています。1週間くらい前から子どもたちが通う幼稚園でも Zoom を使ったオンライン授業が始まったんですけど、それでも子どもたちを朝の15分30分椅子に座らせて授業を受けさせるっていうのは本当に親としては労力がいることだなというふうに感じています。朝のオンライン授業が終わると子どもたちよりも親の方がヘトヘトになっても疲れ切ってしまうぐらいです。はい、やっぱり親が子どもに勉強を教えるにも結構限界があるなっていうのも感じています。なので子育てをする親もそうですし、ずっと家にこもりっきりでうちにいなければいけない子どもたちにもものすごくストレスがかかるので、そういった活動制限令の変化っていうのは子どもにとっても親にとってもかなりストレスが大きい状況だなというのは感じています。でそれに伴ってやっぱり夫婦の中でも正直喧嘩をすることも増えたなというふうに感じてはいます。もちろん私も主人も人間なので、いつも顔を合わせていたりとか家から一歩も出れないストレス、この密閉された空間の中でどうしてもずっと一緒にいると、普段は気にならない相手の嫌なことであったりとか何か不満がお互いに溜まってきて、どうしても喧嘩になってしまうっていうことは私たち夫婦にもあります。はい、でですね、活動制限令が始まったばかりの頃は私も
なんか暇だなというかすることがなくって、これから何しようかななんていうふうにかなりのんきに捉えていたんですけど、でもそれが日に日にマレーシアの状況であったり、もちろん日本の状況であったり、世界の状況が日に日に目まぐるしく変化していくのを見るにつれて、やっぱり不安な気持ちとか恐怖心というか、自分の将来に対する不安もそうだし、特に自分の子供の未来とか子供の将来に対する不安もすごく大きくなってきました。家族の生活とか自分たちの仕事はどうなってしまうんだろうという、これからの先のことに対する不安とかもすごく多くなって考え込んでしまうということもすごく多くなってしまいました。先ほどもお話しした通り、マレーシアの活動制限令は3月18日からすでに始まっているので、もう1ヶ月以上が経過しました。ようやく私たち夫婦も子どもたちも家にこもって生活するという、この今までになかった生活スタイルにようやく慣れ始めてきた頃なのかなというふうに感じてはいます。この MCO に入ったばかりの頃は、この今のね事態が終わったら自分のやりたいことをしようとか、すでにね自分が予定していたやりたいこと、やるべきことがあったんだけれども、じゃあそれを今できない分終わってからしようとか、そういうふうにいろいろ考えてはいたんですけど、私もどこかの SNS で見た言葉でアフターコロナじゃなくてウィズコロナっていう、そんな言葉を聞いた時に確かにそうだなというふうに思いました。今ねこの事態の中で自分がしたいこと、自分がしなければいけないこととどういうふうに向き合ってそれを乗り越えていくかというのをね、もっと前向きに私自身が考えていかないといけないなというふうには思っています。なかなか目標とかやりたいことによっては今動けないっていうこともねあったりとかするんですけど、それでもできるだけポジティブに前向きに物事を考えるようには努力しています。はい。でこういうね悲しいニュースとか暗いニュースを見聞きすることが本当にどこにいても多いので、できるだけね私も YouTube の中で皆さんに楽しんでいただけるような動画をこれからも発信していきたいなというふうに思っています。はい。で先ほども言ったように、私もねいつも前向きな考え方でいられるように努力はしているんですけど、どうして私がポジティブでいられるかっていうと、もちろん一番にはね家族のサポート、主人の支えがあって、こういう前向きでいられるっていうのももちろんあるんですけど、YouTube とか SNS を通して私の動画を見てくださる方とか、私に関わってくださる方がいつもね温かい応援の言葉であったりとか、気遣いのメッセージをくれたりとかして、でまたそれが私がポジティブでいられることの一つの本当に励みになっています。はい、改めてありがとうございます。はい。ということでですね、今回はこのマレーシアの MCO が私のマレーシア生活にどんな影響を与えたのかとか、じゃあ私の考え方にどんな影響があったのかということを皆さんと少しシェアさせていただきました。冒頭の方ではそのマレーシアの活動制限令のちょっと状況というか、どんな感じで生活しているのかっていうのを少しだけ、はい、お話しさせていただきました。何か皆さんも今回の事態で自分にねこんな変化があったよとか、こういうふうに思っているよとか、いろいろあればぜひコメント欄の方でシェアしていただけると嬉しいです。はい。ということでですね、今回もご視聴いただきありがとうございました。 Twitter とか Instagram の方でも私のマレーシア生活についてシェアしています。ぜひそちらの方もチェックしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。